葉月。懐石料理は少し静かになる。料理の華やかさを抑え、野菜などの植物の恵みが前に出てくる。なぜ懐石はこの季節に静かな料理を作るのか。その背景にあるのが、日本人が長く大切にしてきたお盆という文化だ。お盆は夏の盛りに家族が集まり先祖を迎え、亡き人を思う日本の伝統的な行事である。日本では古くからこの時期を特別な時間として過ごしてきた。懐石料理もまたその空気に寄り添うように料理を変える。そこに意識されるのが精進という料理だ。殺生を避ける仏教の教えを背景に、植物性の食材を中心に作られてきたものだ。だが精進とはただ質素にすることではない。限られた素材の中でどのように料理を作るのか。そこに懐石が受け継いできた精進料理の考え方がある。魚も肉も使わない。ではどうやって料理にうまみを作るのか。素材に使うのはどんこしいたけや昆布。厚めのどんこしいたけを乾燥させ、水で戻して出汁を取る。戻したしいたけからはうまみが出る。そしてもう一つが利休麩だ。利休麩は生麩を揚げて水分を抜いたもの。それを炊いて味を含ませる。精進料理ではこうした植物性の素材を使い、味わいを組み立てていく。精進料理では野菜をおいしく仕立てることが難しい。肉や魚を加えればうまみを補うことができる。油を使えばコクを加えることもできる。しかしそれに頼らない。どんこしいたけと昆布からどこまでうまみを引き出すのか。だしに酒や醤油などを加え味を整えていく。精進だからといってただ薄味にするわけではない。使うものが限られている中でどうすれば味の奥深さが出るのか。そこに精進料理の難しさがある。
そしてごま。香りの立ったごまが素材を包んでいく。違うものが少しずつ一つになっていく。素材の味を消すのではない。それぞれの味を残したまま、ごまの香りと味を重ねる。そして一つの料理になる。精進という言葉はただ食べるものを制限するという意味ではない。お盆、人を迎え人を送り過ぎていく夏にもう一度静かに目を向ける時間。その季節に懐石の中に精進の料理が置かれる。それは精進そのものを再現することではない。日本人が長く大切にしてきたその季節の過ごし方を料理の中に受け継いでいくことでもある。葉月。静かになる懐石の中に植物の恵みだけで作られる静かな一皿がある。夏を過ごしてきた人々の時間と精進という古くから伝わる考え方、その二つが重なるように。静かな料理の中で今も静かに息づいている。